どうも、暑いですね、夏ですね。うちもね、遮光ネットこんな感じでつけまして、こんな感じですね。これでだいたい 65% の遮光率なんですけど、こういうのをね、上と下つけてます。ツイッターとかでもですね、ガンガン遮光ネット貼って遮光してますよっていう方はね、結構たくさんいらっしゃるんですが、初めての方だと、全部それつけなきゃいけないのかなって思うかもしれないんですが、そんなことも全然なくて、意外とですね、遮光しない方が良かったりするものもあったりするんですね。なので、うちの棚のうちの棚にある盆栽の中で、これは遮光してますよ、これは遮光してませんよっていうのがこう区別があるので、参考程度にねそれを見ていただいて、で、自分の棚でどういうのつけたらいいかなとか、どの場所に置こうかなっていうのをね考えていただければと思います。で、一応結論から言うと、まずすごい小さいやつ、これでいいか。本当に合わないな。こういう手のひらに乗るようなこういう小さいやつをですね、炎天下の中に出すとどうやっても水切れしてすぐ枯れちゃうと思うので、こういうのはね保護が必要なんですけど、サイズ的にはもうこのサイズになってきたらっていうことでね考えてもらえればなと思います。基準としてはですね、ここは東京なので全部の地域に同じ基準で、遮光ネットの下に置くかどうかって決められないので、自分が住んでる場所、例えば場所というか盆栽置いてる棚、大体住んでるところになると思うんですけど、ベランダであったり、庭であったりっていうところの同じ環境で、外でね育ってる木があれば、それはもう遮光しないでも全然大丈夫なので、例えば東京だとなんだろうな、これから出すんですけど、赤松とかですね。これ赤松、もう赤松なんかは遮光する必要ここでも全くないので、もう日向にポンと置いてます。自分の地域でよく見かける木があれば、それはもう外にそのまま立ってるものなので、ちょっと小さくなってるんですけど、遮光しなくても多分大丈夫だと思います。あと遮光ネットはですね、基本的にはこの、40から65とかそれぐらいがいいのかな、遮光率は。もうそれ以上いっちゃうとですね、100円ショップとかでは安いの売ってるんですけど、あれ80とか90とかあって、もう完全にですね、こういう山野草向きの置き場所になっちゃうので、木はねちょっと80、90はやりすぎなんですよね。もうちょっと日がね当たった方がいいと思うので、そこら辺はなんとかホームセンター行って買ってもらえればと思います。じゃあ早速紹介していきます。はい、じゃあまず遮光しなくていい人の代表例といえば、黒松ですね。これも日向に置きっぱなしですね。水切れはね基本的にどの木もまずいので、そこはちゃんと対処した上で日向に出しっぱっていう感じですね。で続いてさっきの赤松、これも同じですね。東京あたりだと赤松って結構その辺の街路樹ってわけじゃないんですけど、学校とかにも生えてるような感じの木なので、もう全然この35度になるね東京の夏でも日差しの日向で置いといて大丈夫です。よいしょ。はい、次はこれは梅です。梅もね日向が大好き、日照大好きですね。なので、日の当たるところにずっと置いてます。もちろんね水切れやっぱりすると良くないので、一発で枯れるタイプの木じゃないんですけど、対処はした方がいいですね。でね、一度ね梅をねちゃんと遮光下に置いてみたことがあるんですけど、秋になってもですねなかなか落葉しなくて、結構冬の方に入るまで葉がついてた印象ですね。なのでこの7月の真ん中から9月の真ん中までの日照も梅っていう木は必要なのかなっていう感じでしたね。はい、梅です。この辺はね賛否両論あると思うんですけど、一応左が心拍で右がヒノキですね。この辺も結構炎天下に出しっぱですね。
まあ、中にはちゃんと遮光した方がいいっていう方もいると思うので、ちょっと調子を見てもらって、日向に置いた方が調子がいいのか、ちょっと遮光した方が調子がいいのかでね、調整してもらえればなと思います。コナラもまあ置きっぱですね。まああんま暑いとね、やっぱ小さいのはきついので、ちょっと遮光下に置いたりしますけど、基本的には遮光しないでそのまんまって感じですね。もう日の当たるところに置いちゃってます。で続いてがこれが姫サルスベリです。サルスベリはね、夏に花が咲く木なので、もう普通にベランダの日が当たるところに置いちゃってます。全然大丈夫ですね。あと花が咲かなくてもいいやと思ってガンガン剪定したんですけど、花芽来てますね。じゃあガンガンに伸ばさずに剪定した方がいいじゃないっていう話ですね、これね。もうだってほっとくと伸び伸びになっちゃってかっこ悪いので。はい、姫サルスベリです。よいしょ。これはね、イワシデです。イワシデも結構強いので、そのまま外に出しちゃってます。外っていうか遮光外、遮光下だから反対は遮光外に出しちゃってますね。水が切れなければ意外と大丈夫ですね。葉焼けもあんましないです。全然大丈夫です。これは紅蝶木ですね。紅蝶木はね、もうむちゃくちゃ強いですね。水切れしてもちょっと葉が落ちるぐらいですし、よいしょ。なんか葉焼けって何っていうぐらいね、葉焼けしないです。すんごい元気。これも全然、日の当たるところで大丈夫です。はい、以上だいたい何種類だったかな、わかんないけど、日の当たるところに置いてる木です。で一応ね、今度逆に日の当たるところに置くと危ないものを何点か紹介しようと思います。桜ですね。これ桜自体はね、普通にその街中というかあっちこっちで日の当たるところに立ってはいますけど、桜ですね、他の日と違って何が大変かっていうと、水切れすると大体一発で枯れます。なのでできれば失敗しないように、ずっとね家でこう管理できるっていう人は OK だと思うんですけど、ちょっと日中仕事で開けるっていう方はこの辺の木はちゃんと遮光下に入れといて、あんまり乾きすぎないように最初から対処しておくのがいいかなと思います。僕もやったんですよね。もう一発で枯らしちゃって本当残念だったなあれ。あとは、これかな、キンロバイ。キンロバイもですね、高山植物なので、東京のこの辺でね、炎天下に置いとくとちょっと葉が傷んだりとか最悪枯れたりすると思うんで、保護した方がいいかなと思います。あとは五葉松。五葉松もね、こんなとこじゃなければガンガン日に当ててですね、育ったらいいし、大きいものだと大丈夫だと思うんですけど、やっぱ小さいものはね保護してあげた方がいいかなと思います。そんぐらいにしといた方がね結構調子がいいんですよね、僕はね。はい、五葉松。あとちょっと意外な感じがすると思うんですけど、ガジュマル。ガジュマルって沖縄の木でむちゃくちゃ暑いところにあるじゃないですか。なんだけどちょっと遮光しといた方がね調子がいいんですよね。なんでかねちょっと考えて、僕なりの仮説なんですけど、東京だとねちょっとガジュマルって、四六時中というか年中外に出しておくには冬寒すぎるんですね。なので冬保護した後によく春に出すんですけど、春に出すのが多分うまくないせいか葉が焼けたりするので、もうその時点でずっと保護しながら育ててるわけなんですけど、その関係で多分ね真夏になっても葉が全然こうその直射日光に耐えれない状態になってんのかな、これは。そのせいなのかと思うんですけど、ちょっと遮光下に置いといた方が、この緑がね綺麗に出るし、こっちもね焼けないで済むかなっていう状態になってますね。はい。
というわけで、うちの棚で遮光カーに置いてるもの、日向に置いてるもの、どんなものを置いてるかなっていうのを紹介でした。その辺はですね、本当ご自身の住んでらっしゃるその地域に合わせて、外には同じ木があるなと思えば大体それは日向でも大丈夫だったりしますんで、調子を見ながらね置いてもらえればなと思います。あんな感じでね、日に当たるとことこっちのね、こっちのっていうかこっちかこっちの日陰に入ってるものをねこう分けて、ちょっと元気に枯らさないように盆栽やっていただければなと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。ではまた。